はいどうも、高卒サラリーマンです。今回は単管パイプで作った小屋にポリカの波板で屋根張りをしていきます。前回単管パイプで小屋の骨組みを組み立て終わりました。やったーい。ポリカ板も準備できているので、覚悟はいいか？俺はできてる。早速屋根に取り付けていこうと思いますと思ったのですが、ポリカ板を仮置きしてみて気づきました。なんだ？この小屋の骨組みはフェンスのパイプと連結しているのですが、フェンスの柱が思いのほか長く、何？屋根に干渉してしまうことが分かりました。おい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 。干渉しないよう屋根の骨組みを調整するとなると、冗談じゃないぞ。ちょっと手間がかかりすぎるので、今回はこちらのパイプをカッターで切って調整したいと思います。ぶった切ってやる。早速やっていきましょう。今回使用するのはこちらのパイプカッターです。これがあれば市販の単管パイプも自分の好きな長さに切ることができます。今回は10センチ程度フェンスの支柱を切り詰めます。このようにパイプにカッターをセットして締め付けたらぐるぐる回していきます。最初の1周目が肝心なようなので、なるほど。初めは慎重に回していきます。やってやるぜ。はい、ということで失敗した様子がこちらです。なんだって？どうなってるのこれ。うまくいけば一周同じところに跡がつくのですが、あれ、おかしいな。失敗すると螺旋状に跡がついてしまいます。どうしようもない。困ったものだ。このパイプカッター初めて使いましたが、不器用な私には非常に難しい工具でした。俺の考えが甘かった。ただ何度か使ってみてコツをつかめば使いこなせそうですね。やってみろ。最初に言いましたが、とにかく1周目の一回りが超大事です。一度螺旋状に跡がつくとドツボにはまるので、コツはすぐに1周回さずに押し引きしながら丁寧に切り込みを入れていくことですね。きれいに1周切り込みを作れれば、あとは切り込みに合わせカッターが回ってくれるので、1周ずつクランプを締めながら回していけば数分でパイプを切断できます。なんとかうまくカットできました。切断面も綺麗ですね。あとは針を取ってキャップをかぶせて完了です。これで屋根を張るための準備はできました。時間がかかったぜ。フェンス側の支柱もこの通りポリカ板を取り付けるパイプより低くなったので大丈夫です。それでは本題に戻りましょう。今回屋根材に使うのはこちらのポリカーボネートの波板です。無色透明の板を7枚使用します。寸法は約長さ 2100mm、 幅 650mm です。今取り付けてあるメッキパイプに結束バンドで取り付けていきます。しかし再度ここで気づきました。いい加減にしてくれよ。忘れていたのはパイプの塗装です。忘れっぽいならよ、メモっておけよね。屋根を張った後だと上部のパイプを塗れなくなってしまうので、今のうちに塗ってしまいます。参ったなもう。フェンスのパイプもそうですが、小屋のパイプもマットブラックで塗っていきます。銀色のままだとちょっと目立ちますからね。幸い今日は天気が良いので塗装もすぐ乾きそうです。取り急ぎ屋根を乗せるパイプを塗ったら終わりにします。小屋の上部の塗装も完了です。これでいい。やはり何かしらの色で塗装した方が見た目がいいですね。実にいい。実に気に入ったよ。メッ
赤色のままだと光も反射しますし、ちょっと目立ちますから。やはり気になる。少し時間はかかりますが、自分の好きな色で塗ると愛着も違ってきます。なんかちょっぴりかっこいいんじゃねえかよ。あとは完全に乾くのを待って次の作業に移りましょう。やっと本命の屋根張り作業に取り掛かれますね。本当に良かったっつうかよ。下準備はバッチリなので早速やっていきましょう。まずは屋根の骨組みにポリカ板を乗せていきます。波板を屋根に張る際は隙間ができないよう2つ半ほど山を重ねて置いていきます。今回作っている小屋については高さは2メートルくらいしかありませんので、なんとか手の届く範囲で作業できたため、屋根張りの作業もそれほど大変ではありませんでしたね。ポリカ板を仮置きして配置を確認したら、板の重なりを確認しながら板の端を揃えていきます。続いてはポリカ板をメッキパイプに固定していきます。固定方法については以前設置していた単管パイプで作ったパーゴラと同じくポリカ板にドリルで穴を開けて耐高性の結束バンドで固定していきます。このやり方だと屋根の上に登らずに作業できるため、素人の私でも安全かつ簡単に作業できます。この調子でポリカ板を等間隔でパイプに固定していきます。今やっている屋根張りや塗装の時もそうでしたが、なんだ。ブドウの木を動かせないため少し気を使いましたね。やはり気になる。やはり最初にしっかりと計画を立てて効率的に DIY をやっていくべきですね。言っただろ、甘く見るなって。まあ大型の私にはそれが一番難しいかもしれません。どういう性格してんだてめえ。でも実際やってみて学べることもありますからね。依然問題はなし。まずはやってみるという姿勢で今後も DIY していきます。依然変わりなく。とりあえずこれで今回の作業は完了ですね。無事屋根が完成しました。いいね、すごくいいよ。しかしまだ固定が足りないかもしれないので、何。様子を見ながら結束バンドは増やしていこうと思います。しょうがねえな。でも梅雨前に完成できてよかったです。なんてすがすがしい気分なんだ。ちょっと屋根にも登ってみました。やめた方がいい。登った感想としては、結構冷や汗をかかせられたぞ。しかし70キロある私が乗ってもぐらつくような感じはありません。どうってことないな。ただ登ることは可能ですが、なんだ。登るようなものではないですね。やめとけやめとけ。まあ屋根は今回で完成なので今後登ることはないでしょう。安心した。嬉しい。今回屋根張りが終わったので、次回は雨どいを設置していこうと思います。今外している雨水タンクも早めに復旧したいですね。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。コメントもいただけるととても励みになります。それではまた。